おはようございます。今回の Vlog は前回行ったポルトガルペストリー特集がすごい好評で、続編希望の声をたくさんいただいたので、ポルトガルペストリー特集の第2弾の Vlog をやろうと思います。まず1軒目は、僕が最近ちょっとハマってよく行っているアルカンタラにあるパステラリアで1つ目の、ペストリー紹介をします。はい、ピラミデ・デ・ショコラティという、日本語でいうチョコレートのピラミッドというポルトガルのケーキです。中の断面こんな感じです。しっとりとしたケーキが中層になってて、で上にクリームとチェリーが乗ってるっていう、本当に名前の通りピラミッド型のお菓子です。めっちゃ美味しいです。ここのピラミデ・ド・ショコラってすごい美味しいんですよ。濃厚ですごいしっとりしてます。で、味どんな感じかっていうと、ボリューム1の時に紹介したサラメ・デ・ショコラティにすごい似てます。これも中のケーキがビスケット生地で作られているらしくて、あれもビスケットなので味すごい近いですね。食感もちょっと近いです。ずっしりしててしっとりで、ケーキの生地もスポンジじゃないのである程度重みがあって味すごい似てる感じです。こうポルトガルのパステラリアに行くとこのピラミド・デ・ショコラテって目立つので、僕初めてパステラリア行った時にこれ何なんだろうってすごい気になって調べた記憶があります。見た目からこういう普通のシンプルなケーキだって分かりにくいので、なんかとんでもないものを想像してたんですけど、意外とこんなシンプルなチョコレートケーキという実態です。はい、おはようございます。今日もポルトギーズスイーツ Vlog、撮ります。今回もですね、僕のお気に入りのよく行くパステラリアで、ポルトガルのお菓子を紹介していこうと思います。で、今日行くのがエストレラにある、カホセルっていうパステラリアで、もうこのエリアですごい人気で、もう地元の方で常に賑わってるすごい素敵なローカルのパステラリアです。すごいおすすめなので、では今から向かっていきます。はい、今日のお菓子はデリシア・フォリアダというポルトガルのパイ系のスイーツです。このパイの中にカスタードクリームがたっぷり詰まってるスイーツです。中身こんな感じです。で、このお菓子の味は分かりやすく言うとずっしり版ミルフィーユって感じですね。パイ生地でカスタードが入ってるってところはミルフィーユとほぼ同じなんですけど、ポルトガルのお菓子のカスタードって普通のフレンチのカスタードよりちょっと重いというか濃厚なので、分かりやすく例えると重めのミルフィーユみたいなこう味と食感かなっていう感じで、誰にでも馴染みのこう馴染みやすい味のスイーツというところです。もう見た目ですぐ分かる感じの味ですかね。これもパステラリアに行くとどこのお店でも置いてあるお菓子なので、もしこういうミルフィーユ系好きな方はトライしてみるのいいかなと思います。
はい、ディリシャフォーリアード結構ヘビーなので、あれ1個だけでもお腹パンパンです。すごいお腹膨れました、朝から。はい、がっつり、食べたので、今日も一日頑張ります。ではまた次の日の、ポルトガルスイーツ Vlog に移ります。一旦今日はこれで終わりです。はい、今日のポルトギーズスイーツ紹介は、パニフィカサオメカニカというすごい素敵な昔ながらの、ポルトギーズ、ベーカリーですねに行って、紹介します。本当にすごい美しくて、内装も綺麗だし雰囲気もすごい素敵なお店なので、雰囲気もちょっとじっくり撮影したいなと思います。はい、到着しました。ここです。これはパルミエールというお菓子です。日本人にお伝えすると源氏パイに似てます。味もちょっと源氏パイに近いですかね。パイ、本当にシンプルな素朴なパイって感じです。おいしい。さっきのお店がカンポドウェルクとアモレイラスの中間ぐらいにあるんですね。なのでアモレイラスのジャルディンに来ました。でさっきのパルミエールの紹介の時にそう言い忘れたことがあったんですけど、このパルミエールってさっきのはシンプルタイプなんですけど、チョコレートとかでコーティングされてたり半分だけチョコレートかかってるパルミエールコベルトっていうカバーされたパルミエールっていう名前のバージョンもあって、そっちもよくシンプルなのだけじゃなくてよく売られてます。そっちもですねチョコがかかってて美味しいのでおすすめなんですけど、このパルミエールっていうのがヤシっていう植物のヤシですねっていう意味で、その葉っぱに形が似てるから名前がそこからついたそうです。なんか日本でいうもみじの葉から取ったもみじまんじゅうみたいなノリですね。見た目が似てるからこのパルミエールっていう名前がついてるそうです。なんか僕初めてポルトガル来た時に源氏パイじゃんと思ったんですよ。で本当に食べたら源氏パイに本当味も似てて、そう絶対これ日本人に馴染みのある味だと思うので、気になる方食べてみてください。スーパーにもよく売ってて、ああいう大きいタイプも売ってるし、一口タイプのパルミエールの詰め合わせみたいなのもよくスーパーのパダリアコーナーに売られてるので、はい、ちょっとホッとする昔ながらのこう全世界共通の味を食べたい方はそういいんじゃないかなと思うメニューの一つです。はい、ポルトギーズ、スイーツ Vlog、今日が多分4日目とかですかね。今日は、他の、3カ所が個人系のパステラリアだったので、最後はですねチェーンの、パステラリアアロマという、チェーンといってもそんなに店舗いっぱいあるわけじゃないんですけど、リスボン市内にいくつか店舗のあるチェーンのパステラリアに行きます。そこまでですねチェーンなんですけどクオリティ高くて、今日は食べないんですけど、シテストナッタアロマのが一番好きっていう人も結構いたりするので、シテストナッタとかも有名な、チェーンのパステラリアです。では向かっていきます。
はい、今日は、ミルフォーリャスというパイ系のお菓子です。これフランス語のミルフィーユと同じ意味で1000枚の層ですねという意味で、もともとミルフィーユから派生してポルトガルにこう根付いたスイーツです。なので見た目もちょっとミルフィーユっぽく、作りもほぼ同じような感じですね。パイの層にクリームが重なってるっていうような形で、結構この上にこのアイシングがされてるのがポルトガルでは多い気がします。断面こんな感じですごい層がかなり分厚く重なってる感じです。で今回紹介しているデリシャフォリャダとミルフォリャスちょっと似てるって思った方多いと思うんですけど、これ味ちょっと似てるんですけど違いがあって、ミルフォリャスの方がちょっとパイ感が強いです。もっとザクッとしてて、でデリシャフォリャダの方がクリームがもうちょっとずっしりって感じですね。クリームがもっと目立ってて、クリームがメインって感じで、ミルフォリャスの方がもうちょっとこうザクッとパイ感の強いデザートです。どっちもパイで層が厚いんですけど、結構そういう食感の違いもあったり、デリシャフォレダの方は粉砂糖がコーティングなんですけど、ミルフォリャスはこんな感じでアイシングが基本的には上に乗ってるような感じなので、すごく似てるんですけど、そういうディテールの部分とか食感、重みとかが結構違う感じです。いわば姉妹的な感じですかね。似てるといえば似てるけど実はちょっと違うっていうような、分類ですね。はい、エストレラの方に来てジャルディンで今、休憩してます。今回の Vlog、ポルトギーズ、ペストリー特集第2弾いかがだったでしょう。今回は4種類ですね。ピラメデ・ドゥ・ショコラテ、あとはデリシャ・フォリャダ、ミルフォリャス、あとパルミエルダですね。4つ紹介しました。今回結構パイ系をいっぱい挟んでちょっと比較してみたりしましたが、お楽しみいただけたでしょうか。前回ですね好評だったので第2弾をやってみましたが、まだまだですね紹介しきれてないポルトギーズペストリースイーツいっぱいあるので、第3弾もまたちょっと今回の評判を見ながら企画したいなと思います。もう本当にですねスイーツ紹介しながらお気に入りのお店も紹介できたりしたので、濃い内容になったんじゃないかなと自分ながら思っております。では皆さん今回もご視聴いただきありがとうございました。次回の Vlog でまたお会いしましょう。バイバイ。